2021年も終盤でございますね。ということでですね、最近大掃除に向けた小掃除をちまちまやっておりまして、まずですね、この棚をきれいに掃除してラジコンを整理整頓しまして、棚を一つ増設してそこにメカ類をごっそり移動させまして、残るはバックヤードという名のウォークインクローゼットに眠ってるラジコンたちの整理整頓というところなんですけど、こっからが本番なんですよね。ちょっと掃除するためにラジコン出します、パッケージ見ます、開けますってなりますよね。でそこからというもの、これもちょっと見ちゃおう、これも見ちゃおう、見ちゃおう、見ちゃおう、そして気づけば夜チャイムカです。はいということです。はいということで、そんなことはどうでもいいですよね。改めまして、先日のタミヤ RC ライブで盛り上がってたタミヤカスタムバギーフェスですが、どうやらですね、400何十件の投稿があったみたいで、すごいマシンがたくさんありましたよね。とにかくかっこいいマシンだったり、これどうやって作ったんだろうっていうマシンとか、他にも自作パーツを作ってカスタムしてるマシンがあったりとですね、本当に楽しい企画でしたよね。で私もですね、1台カスタムバギーを制作して投稿したんですけど、なんとこの度ですね、タミヤ賞を受賞いたしました。本当にありがとうございます。で皆さんのカスタムバギーを眺めてるだけでもすごい面白かったので、完成して投稿した時点で結構満足はしてたんですけど、こういった素晴らしい賞までいただきまして本当に嬉しく思います。ということで今回はですね、そのタミヤ賞を受賞したマシンをご紹介していこうと思います。ではこちらタミヤグラスホッパー、改めグラスホッパーザ・ロードお殿様スタイルです。はい、こちらですね。私の中のカスタムっていうイメージだと、こうリッタースポーツバイクとかでよくあるロングスイングアームにして車高をちょっと下げて、なんか低くて長くてギラギラしてるみたいな、ニュースクール系っていうんですかね、そんな感じのスタイルでやりたかったんですよね。それをなおかつですね、こういったオールドマシーンでやりたかったっていうのがありましたので、このグラスホッパーをベースにカスタムしてみました。で私自身ですね、こういった大掛かりなカスタムするのが初めてなところもありまして、魔改造っていう風に言いたいなっていう気持ちもちょっとはあるんですけど、ただですね、魔改造っていうところまでたどり着けてるかどうかはわからないんですけど、いろんなパーツを利用したり自作したりで本当にこだわりをたくさん詰め込みました。なので今からですね、こだわったカスタムポイントっていうのをご紹介していこうと思います。ということでまずですね、このマシンを実際に見た方からこれって走れるのっていう質問をいただくんですけど、走れることを前提にカスタムしてます。なので走れますとはいえですね、これ車高結構攻めたっていうところと、気合い入れてシャーシの方まで塗っちゃったんですよね。でこのまま走らせちゃうとシャーシの裏がズタボロになるっていうところと、あと今フロントダンパー短いやつをつけてるので、走らせる時はこれ長いやつに変えて車高をちょっと上げるといい感じに走らせれるようになります。なので走行性能っていう部分では本領発揮できないところもあるんですけど、ホイールベースが結構長いんで直進安定性は抜群です。ということでですね、これからカスタム内容をポイントごとに分けてお話していこうと思います。ではまずその1、チョップドルーフ化ですね。チョップドルーフにするにあたって、ルーフフレームから上をぶった切ってピラーだけを残して自作したフレームとファイティングバギーのルーフをうまいこと組み合わせた状態ですね。でこのフレームなんですけど、ステンレスパイプをいい感じの長さに切り出して、ステンレス用のハンダで接続からの、あとはなんかチタンっぽい見た目になればかっこいいかなと思ってエアブラシで焼き色をイメージして塗装してみたんですけど、これを塗った後にですね、チタンターンバックルを実際に焼いたんですよ。そしたらですね、色が全然違ってまして、ここはちょっと納得はいってないんですけど、ただですね、全体のスタイリングとしてはかっこよくまとまったかなと思ってます。次にその2、DT03 のDT03 のリアユニットをまるっと移植してます。この DT03 用のギアボックスって DT02 用もほぼ同じなんですけど、このユニットがですねすごい使いやすくて、ギアボックスからサスアームが出てたり、もちろんアッパーアームもギアボックスに固定されてるんですよね。でさらにダンパーステーもギアボックス側に取り付ける構造になってるので、極論ですね、このユニットを何か板に留めてしまえばそれだけでラジコンのリア側が完成させられるんですよね。なのですごく手軽に移植できて、なおかつ、こういったマシンであれば簡単に独立喧嘩にできちゃうというですね、汎用性の高いユニットになってます。ただですね、そのまま乗せるとちょっと味気ないので、つぎ込めるオプションを全てつぎ込み、さらにですね塗ってあります。それからその3、この1台で3つのレイアウトを楽しむことができます。
でまずこの現状ですね、リアモーターのロングホイールベース仕様です。でここからですね、このちょっと変わった形のステーを使います。これをですね、ギアボックスの前側を固定してるこのプレートと入れ替えると、リアユニットを前後反対向きに取り付けれるようになってミッドモーター仕様に変更できます。でさらにですね、この短いプレートをここのロアのプレートと入れ替えて、でギアボックスの前側を固定してるプレートも短いプレートに入れ替えることによって、リアモーターのほぼノーマルのホイールベースにもできます。でここでですね、もう一つボディが登場します。どうしても DT03 用のギアボックスってギアカバーが大きいのでボディが干渉してしまうんですよね。なのでこっちのボディはギアカバーを避けれるように加工してあります。でさらにですね、リアのアッパーアームも当たってしまうので、こっちのボディは横っちょの方も削ってあります。ということで、まさかのボディ2枚体制でやらせていただいております。では次にその4、 TRF201 パーツの流用です。こちらのフロントダンパーステーとサスアーム、それとちょっと見えないんですけど裏側のサスマウントですね。この一式は TRF201 用のパーツを流用しました。取り付けには加工が必要なんですけど、ダンパーステーもシャーシ側も両方フィットするように削って、ただ取り付けですね、裏側からネジで止まってるんですけど、その穴はグラスホッパーのシャーシにもともと開いてた穴を使って取り付けしてます。ちょうどよくですね、シンデレラフィットする穴があったのでそれを活用しました。で次にサスアームとサスマウントなんですけど、この裏側にちょうどはまる形状のカーボンプレートを作って、そこにこの中に入っているサスマウントを固定してます。ただ欲を言えばもうちょっと角度をつけてマウントしたかったっていうのはあるんですけど、ここが限界でしたね。続きましてその5、ステアリング構造の変更です。オープン。もともとですね、ここの真下にサーボがついてて、サーボからダイレクトにステアリングを動かすという構造なんですけど、サーボの位置を当時ですね、スピコンを動かすためにサーボを搭載してたこの位置に変更しまして、そこにイグレス用のステアリングワイパーをつけて M08 シャーシ用のダンパーステーを加工して、それをステアリングブリッジにしてます。なのでちょっと現代風なステアリングになってます。次にその6、シャーシの補強ですね。どうしてもステアリングの構造を変えたのと、ストローク量とか切れ角を確保するためにシャーシをぶった切る必要があったので、実際ですね、下側のカーボンプレートでもつながってるんですけど、上側のダンパーステーの後ろ側にも削り出したアルミブロックをつけて、で後ろ側にもですね、ギアボックスブラケットの固定用兼アッパーデッキの取り付け用に同じくアルミブロックをつけて、ど真ん中に1本アッパーデッキを増設することによって強度を出してます。ただこれによってメカ類の搭載位置が高くなってしまったのと、チョップドルーフが相まってドライバー人形は乗せれませんでした。それからその7、こだわった装飾品たちです。まずはフロントのスキットガードですね。これは 2mm のアルミ板から切り出して穴開けて曲げて、そっからチッカチカになるまで磨いて頑張って手作りしました。基本手で曲げてます。嘘です。油圧プレスで曲げてます。でデザインもですね、オリジナルで作ったお気に入りのパーツですね。それからですね、リアのモーターガードのフレーム部分はファイティングバギーのロールバーを流用してそのまま取り付けてます。ここのステーの部分もフロントのスキットガード同様にアルミプレートから切り出して作ったオリジナルのステーです。そしてこのサイドガードですね、これもですね、ただの真鍮パイプなんですけど、ちょうどいい長さに切り出しまして、この集合部分と3箇所のシャーシへの取り付け部分、こういったところは純正のサイドガードを部分ごとに切り取って真鍮パイプにぶっ刺してあります。で真鍮ってどうしてもすぐくすんじゃうので、磨いてすぐクリアでコーティングしました。なので時間は結構経ってるんですけど、今でも輝いてくれてますね。であとはここのギアボックスブラケットですね。ここにはボディにも施してあるオーカンとタミヤのツインスターをくっつけたマークを彫りました。正直今となればなんでここまでしたんだろうってなるぐらいめっちゃしんどい作業でしたね。ただですね、せっかくなのでここも有効活用できればなということで LED 打ち込みまして、タミヤカラーに光るようにしました。ここがですね、一番ニュースクールっぽいポイントかもしれないですね。満足です。もちろん裏側も光ります。そして最後にその8、ロマンの可変ウィングです。これはですね、ちょうどここにいい感じのスペースが空いてたので、サーボを1つ増やして3チャンネル目に挿しまして、スロットルとミキシングしてあります。今ですね、モーターの配線は抜いてるんですけど、こんな感じでですね、スロットルトリガーに合わせてウィングがウィンに動くようにしました。これがですね、正直走りに対して意味があるのかどうかはわからないですけど、
大満足です。はい、という感じでですね、あとは見た目の部分で配線色だったりターンバックルの焼き入れだったり細かいところになるんですけど、ホワイト、ゴールド、ブラックにまとめたりとですね、いろんなこだわりを詰め込んでみたんですけど、大きなカスタムポイントは以上になります。で、実際にですね、このバギーを作り始めたのがカスタムバギーの案内がある1ヶ月半ぐらい前からだったんですけど、そこからですね、構想を練って部品を集めて組み立てながらこうパーツを作り、削っては外して削っては外してってやりながらですね、ただ走らせるものなので極力ズレがないように計測してまたつけてっていう繰り返しで、ほぼほぼ毎日作業をしてなんとかギリギリ間に合ったという感じですね。なのでですね、本当にたくさんの思いが詰まった1台になりました。ということで、ここでですね、成果としてノーマルグラフォと比べてみようと思います。せーの、ドゥーン。はい、長い、低い、あと広い、なんかごついノーマルグラフォが可愛く見えますね。ということで、これが私の初めてのガチカスタムです。で、今回ですね、こんな感じでご紹介させていただいたんですけど、ちょっと長くなってしまったので走行動画の方はまた改めてですね撮っていけたらなと思います。ということでですね、これでやっとカスタムバギーの制作が一段落しましたので、今後ですねまた動画活動の方に励みつつですね、今回このグラスホッパーのおかげでカスタムする楽しさっていうのを知ったので、また次なるマシンのカスタムも始めていこうと思います。それでは今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちゃんかでした。